このキャラにそっくりな人に会いました。そんなことがあるんですか？某病院の先生で、本当に驚きました。へえ、見てみたいですね。写真でも撮ってくださいよ。なんて言って撮るんですか？相変わらず韓国ではコロナウイルスの感染拡大が続いていますが、韓国日報などによると、集団感染が発生したキョンプクポハンで看護師が大量離脱したと報じています。報道によるとコロナウイルス対応の専門病院に指定された病院では、看護師100人のうち16人が3月1日付で集団辞職したということです。これにより専門病院のコロナウイルス対応が危機的状況に陥り、医療崩壊してしまうのではという懸念の声が上がっています。韓国日報が取材した看護師は次のように話しています。ご飯は3食全部弁当で間に合わせたし、1日12時間ずつ仕事をした。携帯電話の向こうで、ママにとても会いたいという2人の子供の声に喉が詰まってもこらえた。だが、夫が勤めている会社で無給休暇を強要されたという話でショックを受けた。妻が感染患者を世話する看護師なので、会社職員が感染する可能性があるという惨めな理由だった。子供たちに会えないのをこらえながら仕事をしたが、家族まで侮辱を受けるのはこらえられなかった。体力はすでにすっかりなくなって精神力で持ちこたえたがこれ以上耐えられなかった。このような理由で多くの看護師が離脱。中には妊娠中の看護師も含まれていたそうです。キョンプクでは200人の看護師が不足している中、補充はわずか30人。医療崩壊の危機が現実化しているという状況です。問題はこれらの事例だけではなく、テグとキョンプクの様々な病院で同様の問題が勃発しているということです。医療崩壊が起きれば武漢のように死者が急増する結果になりかねません。これは政府が一地域の問題としてではなく、国を挙げて早急にこの地域を支援すべきですね。問題はいくつもあると思うのですが、看護師側からは子供を預けられるところがないというのが大きな課題として挙げられていますね。子供を預けられないため医療関係者が出勤できないという事態は日本でも起こりうることですので対応が迫られますね。かといって多くの子供を集団で預かると感染リスクも増えるため非常に対策が難しいです。この TK では患者数の増加で看護師たちの職務が激化していることも指摘されています。12時間2交代制で、1人当たりの担当患者数が急増していっているようですね。しかも休みなく連続勤務。感染の恐れがあるから家族にも会えない。それなのに接触すらしていない家族が会社から出勤停止させられしかも無給休暇扱い。ある意味社会が崩壊の一途をたどっています。企業としては大事を取るということなんでしょうけど、これも対応が難しいですね。万一会社で感染者が出たら、妻が専門病院の看護師という男性が真っ先に疑われますね。日本でもクルーズ船の支援に参加した人の家族が保育施設から受け入れを拒否されるという事例が報告されましたよね。安全と過剰の線引きは非常に難しいです。そのため日本でも政府の対応は過剰だという批判が出ていますね。話を戻しまして、韓国では今後どのように対応していくのでしょうか。重症度を4段階に分けて、中程度以上のみ入院させ、軽度の場合は個室のある生活治療センターで観察するという対策を出しています。生活治療センターというのは何ですか？病院ではないということですよね。国公立や民間施設を使って整備するとしていますね。病院の負荷を下げることが目的のようです。具体的な狙いはどこにありますか？感染の拡大を防ぐというよりも、被害の拡大を防ぐということを優先するということですね。特に TK では感染者数が急増して病院側が対応できない状態です。現在のように全員を入院させていては医療崩壊が起きて死者が増える恐れがあります。軽度なら入院させずに経過観察をして自己回復を待つということです。全体の 80% は軽度ですから。今は入院できない入院待機患者が自宅で待機している状態で、家族感染も増えています。それを少しでも抑え、体調が急変した際にすぐに入院できるようにという狙いがあるようです。これによって病院側の負荷を抑えて医療崩壊を防ぐということですね。可能でしょうか？現在 TK に関しては当初の湖北省のような状況になりかねないです。3月1日は中国全土の新規感染者数よりもテグの感染者数の方が2倍近く多いという事態です。人口規模と既存の感染者数から考えれば極めて危険な状態です。すでに現在の医療機関の体制は限界を迎えようとしていますので、有効とは思われますが、もう少し早い対応が望まれましたね。
これでもかなり前倒ししたそうですけど。こうしたことは日本をはじめとする各国でも起こりうることですよね。こうした事態が起こりうるということを踏まえて、現段階での対応策が求められますね。そういうことです。休校要請で看護師が出勤できない事態も発生しかねません。感染防止と並行して医療機関の人員確保にも気を使う必要があるでしょう。